どうも、ともそれです。前回動画はボリビア人ほぼ全員がいい場所というコロイコに密着。暖かくてのんびりできる地元民おすすめ観光地でどのような景色や出会いがあったのか。今回の動画はボリビア第2の首都で美女が一番多いと言われるサンタクルスという町について、この町の見どころは、そして近くにある沖縄という村も紹介する。ルームツアーから始めたいと思います。ルームチェック。こんな感じの部屋ですね。ベッドはちょっとデカめで、一応ソファーがあってテーブルがあるんですけど、なんかもうね、タバコの火の跡とかがねめちゃくちゃあって、壁もね結構ね汚れている感じ。一応扇風機はあります。なんかもうすごい、この部屋でなんかめっちゃタバコ吸いましたみたいな、なんかもうほんまに暴力団がなんか集まりそうな感じの部屋なんですよね。シャワーはもうね、お湯は出ません言われましたわ。そうやってね正直に言ってくれる方がね嬉しいですね。こんな感じ。便座はないタイプです。で、ハート型のミラー。屋上出たら結構ね日差し強かって気持ちよかったです。で、こんな感じの建物、ペラペラの毛布を2枚貸してくれました。結構寒いです。で、枕はこっちが固めでこっちが柔らかめみたいな感じの2種類。安宿ばっかり泊まってるんでね、最近ね水シャワーばっかりです。どうも、ともさんチャンネルです。現在ね、ボリビアの第2の首都とね呼ばれているサンタクルスっていうところに滞在しています。まあね、あんまり見どころはないと思います。ただ見どころない中でちょっとね動画撮影してみて、どういう街かっていうのをちょっとね僕がね説明したいと思います。じゃあ早速ね、宿のね外にね出たいと思います。こんな感じですね。見て、こんな感じで速攻ね靴が吊るされてあるもうこの宿で麻薬の売買ねやってますとしかね言いようがない。もうこんな感じで、ホテルの人の曰くね、こっち側はほんまに危ないから夜は出歩くな、絶対携帯は出すなみたいな、時間何時みたいな聞いてくる人がおるけど、携帯その時に出すなよみたいな、その時に携帯出した時にパッてね持っていかれるみたいな感じで説明してくれましたわ。僕のホテルの周りかなり調子いいっすわ。靴かなりぶら下がってる。この辺マジで飲み屋街、マジで飲み屋街。もう昼間からねみんな飲んでますわ。リング状になんかその都市が広がってるんですよ。それがなんかその指輪の都市って言われてるんかな。ラパスとかコパカバーナが標高が高い分寒いんですよ。こっちのサンタクルスに関してはすごいね、どっちかというと暖かいですね、気候は。あと美人が多いって言われてますわ、サンタクルスは。で、僕ね結構ボリビア人に聞いたんですよ。もう美人が多いって聞いたけどほんまなんて、みんな言うてます、美人が多いって。なんで美人が多いって、ね、もうそこまで突き詰めて聞いたら、なんか暖かい気候だから露出が多いとか、暖かい気候だからみんな気持ちよくなって、なんかそのスポーツとかしたりするから体型もいいとか、そういうのを言うてる人が結構いましたね。で、今回もねちょっと現地人から情報入手しました。いくつか超人気のある若干高いレストラン行きたいと思います。ちなみにサンタクルス観光地っていうわけじゃないせいか、あんまりねドミトリーとかそういう安宿がない。ほんまにバスターミナルの近くにホテルがあって、そのホテルは結構やっぱ安いところもあるんですよ。40ボリビアのぐらいで。ただセントロの近くでドミトリーね1個ね見つけたんですけど、1泊65ボリビアーノでした。高いですね。はい、到着。地味に40分ぐらい歩いたラカーサデルカンバ。セントロからはちょっと離れた位置にあるんですよ。ただ全然歩ける距離。これがね地元民がおすすめで、結構ね伝統的なボリビア料理を食べることができる場所で、いろんな人に聞いてもこの店知ってるって言ってましたわ。いやこれ絶対男一人で入るとこちゃうやん、マジで。これはちょっと入りにくいって。可愛い女の子が接客してくれました。案内してくれました。グラシアス。さあメニューを見て高かったら帰りましょう。43。許容範囲。ビール10ボリビアーノって結構安いんじゃない？昨日飲んだビール9ボリビアーノだったし、
コンビナートって言うてこういうのもあるんですよ。これから1個選んで1個選んでデザートがついてみたいな、こういうのがいいかもしれないですね。まあ接客もねいい感じですね。いろいろ聞いてくれました。その料理とかも出すの全部一緒のタイミングがいいかとか、あっちの窓際の席がいいか、それかこっちのねライブしている席がいいか、ライブのね目の前がいいかとか、いろんなことをちょっとね聞いてくれたりもしました。結構ね親切ですね。5分も経たんうちにこんだけやってきた。めっちゃ早すぎやろ。まずはスープ、こんな感じでごっそりね牛肉が入ってる。これもボリビアの伝統料理、ちょっと雑炊みたいな感じかな。でバナナがあって目玉焼きがあってみたいな。でこれがデザートで、これがユカっていうもう芋の類かで、なんといっても外せないのが昼間からビール。皆さんの幸せにご健康とご多幸を祈って、ともそうやの登録チャンネル者数が増えますように。乾杯。久しぶりに昼間から酒飲んだ。昼間に飲むビールうめえ。まあフライドポテトのような雰囲気ですね。それに辛いソースをかけて乾杯。普通にうまいわ。一言で言ったらカレー、混ぜ混ぜカレー。今日実はねインドカレー屋さん行こうかな思ってたんですよ。けどこの場所でカレーの味に出会えたのも何かの運命みたいなもんですね。うまい。じゃがいもと思ったけどバナナかこれ入ってるの。うまい、マジでうまい。これ自分もさっきね後ろのような感じで麦わら帽子かぶらされてルフィみたいな感じの雰囲気にさせられて写真撮られました。後からお金徴収されるかどうかは分からないですけど、ああいうのちょっと気をつけた方がいいですね。とりあえずね今ね全部ね体の中に入れて一番美味しいと思ったのはもちろんビールです乾杯。まさかの僕の許可なしに写真とかキーホルダーを作ってくるとは思わんかったわ。これもう払わなあかんやついらんのやけど。さっきのね写真とキーホルダーのセット全部で80ボリビアンの言われました。1600円ちょっと。まあ高いっすよね。いらんすよね正直。なんかもう断ったんですけどちょっと申し訳なかったな。わざわざあんだけ作ってくれて思い出にいいやんみたいな感じでめっちゃ言ってくれたけど丁重に断りしました。気まずかったです。味はやや薄めかもしれん。次はねメキシコのマリアッチみたいなのが来ました。なんか忙しいなこのレストラン。ライブしたり写真撮ったりとかいろいろ。トイレまでの道の雰囲気こんな感じ。おしゃれすぎるやろ。折り返していくと店の中がねかなり広いのが分かります。こんな感じです。かなり広いで、バーカウンターがこっちにはねこういう風にある。さあもう店を出ましょう。トイレ出た後にそのまま出口行ってナチュラルに僕出て行ったんで、店員さんあれあいつなんかお金払ったんかみたいな感じでちらほら見てくる人がおった。日本人会診療所やって、こういうのもあるんですねサンタクルスには。で向こうにはね日本のねラーメン屋がある。でまあね他の都市同様やっぱり中国料理も多いし、まあインドカレー屋さん、インド料理のカレー屋さんも2軒あって、でなおかつアルゼンチン料理のお店が多いらしい。受話器のない電話。そしてねこの街ねやたらとゴミ箱が多い。もう70個ぐらい見たマジで。昨日と合算してね。犬がギャーギャーうるさいのでね僕のね覇気を使ってね追い払いたいと思います。覇王色の覇気カムサイ全然通りられなかった。全然通りられなかった。いやーもうなんかこう見たら大都会っすねマジで。すげえスターバックスもあるよ。サンタクルツからの気づかんかったけど向こうに自由の女神がある。はい、ここがズーって書かれてるので動物園です。スペイン語でソロフィコ。地元民がおすすめしていた安く入れる動物園です。動物園のね入場料エクストランヘイロー25ボリビアーノです。まあそんなに高くはないですね。取れ高を求めて
入るべきなのか、節約するべきなのか、申し訳ないっす。いや、お金を節約するためとかじゃないっすよ。お金がないとか、お金使うんケチくさいとか、そういう意味じゃないっすよ。なんかね、かわいそうじゃないですか、動物園ってね。動物が檻に入れられてるとか、そういうとこ見るのがすごいね、かわいそうなんで、僕はちょっとね、今回ね、入るのやめときます。もしね、僕がね、動物園入ってる映像を見たかったら、シンガポール編でシンガポール動物園っていう世界的にも有名な動物園入ってるんで、その動画見てください。今回はちょっとやめときますね。バイブレーションが悪いんですよ。動物たちが結構ね、檻に入れられててかわいそうじゃないですか。そのバイブレーション、空気が悪くて、その空気がね、僕のね、後のね、旅行に影響しそうな感じがするんで、じゃあこの街一番の都会の街角のセントロに向かって進んでいく。お、日本のなんかメイド喫茶みたいなところを発見しました。お、呪術廻戦とかなんかポケモンとかワンピースとかドトロとか日本っぽいね。お姉ちゃんもニャンニャンしているような感じ。さっき僕がゴミ箱がたくさんあるって言ったの覚えていますか？あそこに1つ、ここに2つ、ここにもう1つ、あそこに1つ、ほんまに容器あるんですよ。あそこにもあるでしょ。で、あそこにもあるでしょ。エルカフェっていうお店見つけたんですけど、なんかもっとカフェっぽいイラストなかったんかな。結構ね、服とかズボンとか売ってるんですけど、値段見た感じ思った以上に安いかなって感じですね。向こう側にも見て、ゴボリビアーノ女の子投げキスしてくれた。もしかしたらおばちゃんがね、お店が容器あるって教えてくれた通り、ここのことかもしれないですね。路上でなんか結構ね、たくさんいろんなもの売ってたりするし、でこれを右に曲がったらまたね、別の人が教えてくれたスポットがあるんですよ。エルアレナル公園っていうややデカめの公園。小さいか大きいかで言ったら、まあ小さいかもしれんけど、まあややデカめ。それにしてもね、この柵いる？入れんのやけど、また金かかるとかそういうんじゃないよな。こんなしょぼい公園のために無料で入れました。そして公園の中ではこういう壮大な景色を見ることができます。なんとも言えません。はい、地元民がね、おすすめと教えてくれたエルアレナウ公園、所要時間2分でした。ピースサインの2。Muy bien, amigo. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Santa Cruz. Sí. Gracias, Santa Cruz, Bolivia. Sí, mucho gusto, gracias. Gracias. こういう感じのね、絡みもたまにあります。はい、散髪屋さんが密集している通りです。なんでこんなに散髪屋さんを密集させるんだろうか。競争力ほんますごくなるよな。散髪屋さんばっかりほんまにこんな感じで、多分全てベインテボリビアノです。20ボリビアノです。まあサンタクルスにもね、一応こういう市場みたいな感じの場所はあるんですね。さっきとほんま全然違うわ。さっきは大都会だったのに急になんかちょっと市場チックになった。一番中入ってみました。真っ暗やな。なんかフードコートとか、このね、精肉関係購入できるとことかいろいろあるんですけど、それにしてもね、ちょっとなんか暗いイメージやな。はい、市場出たらもう靴がね、めっちゃぶら下がってるっていうね。あっちもこっちも。今のところ特に購入するもんはないかなって感じかな。普通にまあこんな感じで泥棒市場みたいな雰囲気が始まってますけれども、なんかガンガン靴吊るされてあるわ。さっきからあんまり雰囲気は良くない場所やな。殺伐としてる。コンドームが売られてある。ボリビアで買ったお土産がこのドバイのキーホルダーだったら笑うな。相変わらずの靴吊るされてあるっていうやつやな。南米なかなかここも吊るされてある靴が。もうほんま夜は来たらあかん場所やで。ここ絶対に治安悪い。めっちゃ吊るされてあるやん。こう見たら 2.5 ボリビアノでジュース買いました。結構面白いおばちゃんですね。さっきからね、いろいろね笑わしてくれます。僕が買う悩んでたらはよ買えよみたいな感じで言われて、もう無理やりねジュースね買わされました。いつの間にか吸い込まれるように入ってしまいました女の人がこうやってねカットしてくれてるのがポイント高いですね。今思ったらめっちゃ髪長いです。僕すんごい痛かった。櫛で研いでもらうとき。まあね、髪の長さ自体は変わってないですけど、中だけちょっと剃ってもらいました。これ見て、ピッてなった。
これってダサいんですか？このピッてなったやつ。僕ねめっちゃダサいと思うんですけど気にすることでもない。まあでも20ボリビアーノなんで400円ぐらいです。楽勝楽勝、安い安い。ハエの量がめっちゃすごい。はい、やってまいりました。これがねいわゆるサンタクルスの一番の中心街、セントロと言われている場所です。しかも土曜日のセントロてか、サンタクルスで可愛い女の子別におらんのやけど、今んとこ散髪してくれたお姉ちゃんぐらいやな。可愛い子。カーサデラクルトゥーラ、直訳すると文化の家、まあいわゆる美術館ですね。入りましょう。この作品表現力がすごいです。なかなかの表現力。ハーピーレディ3姉妹を思い出しました。なんか文字ばっかりでわからん。ちょっと退屈かもしれん。所要時間8分です。まあ無料なんで自由に入ったり出たり入ったり出たりできるし、涼しい空間でした。以上。次はね、マンサーナイスパシオでアルテっていうところにやってきました。ここも無料です。無料でいろんなねアートを見ることができる場所です。入ったばっかりの雰囲気はこんな感じ。まあだだっ広い感じ。カテドラルの隣にあります。まあとにかくいろんなねアクセサリーが売ってますわ。ブレスレットとかネックレスとか指輪とか。またちょっとね美術館のようなところにね来てるんですよ。上に上がって実に興味深い。ふむ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 。我これを見て何を思う。中央公園24でセプテンブレって言うんですけど、ちょっとねうさんくさいねハローキティ発見しました。なんか考え込んでる様子ですね。まあなんかこのねカテドラルとヤシの木のね融合してる感じがねちょっといい雰囲気。いやそれにしても暇やなサンタクルス。この中に入ると上に上がって景色を見えるみたいですね。ムセオって書かれてるんで景色も見えるし美術館みたいになってるんで、まあどんなものか見てみたいと思います。3ボリビアーノです。入場料60円ちょい。3ボリビアーノぐらいだったら払ってもいいよな。さすがに安いっすよね3ボリビアーノって。どうしようか3ボリビアーノ。うわ上に登って何があるかっていうのはね分からんけど、まあちょっとね3ボリビアーノぐらいやったらねかけてみましょう。まず景色として見えたのは女の子のお尻でした。女の子のお尻とか言ってる場合じゃなかった。全然まだ上があった。びっくりした。閉まってるんかと思ったわ。いや閉まってるやん。閉まってるやん。閉まってますけれども、そんなことある？ガチで閉まったんやけどマジで面白いオチなってしまってるやん。まあなんか最上階から見えるのは時計台の裏側って感じですね。まあこんなの見せられても心に何も響きません。各場所ごとにワングループがこうやってねカップルとかで陣取ってるんで、僕の居場所がねまだありません。さあどこに行きましょう。ここに行きましょう。思った以上に3ボリビアーノの価値がなさすぎてびっくりです。所要時間なんですけど3ボリビアーノわざわざ払ったんで無理やり黄昏れて滞在して所要時間15分ないぐらい。そういえばもう一つ見どころありました。これにかけてみましょう。さあ景色は微妙。景色は微妙。もう微妙です。全部微妙です。3ボリビアーノの価値はありません。微妙です。もう柵しか見えない。次のスポットなんですけど、プラスエラカジェーラっていう場所。この小さな広場、プラスエラっていうのが小さな広場っていう意味で、この広場がいいらしいんやけど何も良さを感じません。確かね時期によってこの木が綺麗に花が咲くみたいです。うまい。お昼に続いて晩もマハディート食べてます。お昼のマハディートの方がやっぱねうまかったですね。カレー味の雑炊みたいな感じ。路上でね結構ね飯売ってるんですけど、なんかそんなにね安くないんですよね。
こういう食堂で食べた方がもしかしたらちょっと安いかもしれん。やっぱねこの辺りはねあんまり治安良くない。このね靴のぶら下がりを見て、宿のおばちゃんもね、この辺りはマジで気をつけろ言うてたからね、ちょっと携帯もねあんまりね出さないようにしないといけないですね。これはビールが進みそうだ。エスカベーチェっていうのを頼みました。15ボリビアの。もうね飲み屋三昧。多分ねあれ飲み屋入ってもね絶対ね音うるさすぎてね話し声聞こえん。一番好きじゃないタイプや。でこういったらまた靴ぶら下がってある、あっちにも靴ぶら下がってある。そしてね落書きも多い。完全に危ないです。外国人が一人で歩くようなところではないです。スマートフォンを出しながら歩くようなところではありません。見にくいけど靴がぶら下がっている。一応こんな感じでね堂々とねスマートフォン出して僕撮影してるんですけど、一応ね撮影する前はこうやってね上下左右というか前後左右ね確認して撮影するようにしてます。ほんでもってねビール購入しました。イエーイ、今から至福のひとときだぜ。さあ至福のひとときが始まるよ。ビールのお供として購入したのはエスカベーチェっていうやつなんですけど、なんかね匂いがねすごい酸味がきつい感じでビールに合わんかもしれん。ちょっとねネーミングでね選んだんですけどね。今日も一日お疲れ様。視聴者さんのご健康とご多幸を祈って、さらにともそうやチャンネルのチャンネル登録者数が増えますように。乾杯。ありがとう。うまい。めっちゃ冷たくてね酸っぱいでね、これトゥルントゥルンのねなんかコラーゲンたっぷりの豚の皮って感じやな。はい、自分が今泊まってる宿の屋上からの景色です。今日は沖縄村に行くよ。サンタクルス言うほどなんかそんな美人もおらんかったな。わからん。自分の巡り合わせが悪かっただけかもしれんのですけど、サンタクルスは微妙やけどサンタクロースは僕好きですよ。プレゼント持ってきてくれるサンタクロースは。サンタクロースいや思んないな。動画をしてありがとうございました。おまけとしてちょっとね沖縄村の様子をアップロードしたいと思います。サンタクルスから乗り合いタクシーで2時間か2時間半ぐらいで行ける場所にあって、そこに結構日本語喋れるボリビア人とか日本人とかが集落があるんですよ。そこについてもねちょっとね移動しながら説明したいと思います。安く日本食とかも食べることができるんで期待はできますね。バスターミナルに着きます。コレクティブに乗ることができて沖縄に向かうことができます。とりあえずね12ボリビアーノでモンテロっていう町まで行くことができます。そしてモンテロでまたね乗り合いタクシーを乗り換えなければいけません。はい、現地時にまだの車内の様子はこんな感じでした。モンテロで沖縄行きのコレクティブ乗り場の前で降ろしてもらって、まさかの乗り換え時間約20秒。とにかくスムーズな乗り換えで田舎道を突っ走り沖縄村に到着したので到着した。マジで田舎やな。沖縄っぽいこの店とか、すごいなんかもう田舎。もうこれ見ただけでね沖縄来た感じになってますよ。沖縄日本ボリビア協会。サンタクルス出発してほんまにちょうど2時間ぐらいでした。マジでお腹減ってるんでね1時越して今日何も食べてないんでここ入りたいと思います。カツ丼30ボリビアーノめっちゃ安い。とんかつも35ボリビアーノで生姜焼きがあったり酢豚があったり、メニューはねザ・日本って感じですね。お店大人気みたいでめちゃめちゃ満員ですね。人もね待ってる状態ですわ。僕もね何分か待ちました。こんな感じでねもうね早速ねもう相席してめっちゃ仲良くなった。イエーイ。ハローこんにちは。Hola, ¿cómo están? Un saludo grande desde Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bienvenidos y vengan a Bolivia a conocer. Viva 沖縄。サンタクルスで夜なんか撮影しながら歩いてる動画を彼らに見せたら結構ねいや危ないってめっちゃ言われました。ほらWe are from Santa Cruz de la Sierra. Come here. 思った以上にでかい豚骨が来ました。とんかつを豚骨って今言ってしまったかもしれません。Recomiendo con
乾杯乾杯乾杯サルーありがとう。皆さんたくあんが苦手なようなので僕が全部みんなの分を食べることになりました。いやほんま美味しかったな。しかもボリュームもあったし、あれで35ボリビアのってマジで日本食史上最安ちゃうかな。海外で食べたやつ。今ちょっとねスーパーの中入ってみたんですけど、あそこまあ大し別に日本のなんか食材とかそういうのがあるわけではなかったな。それにしても値段高かったな。びっくりしたわ。さっきあまりにも近すぎて気がつかんかったけど、あんなところに鳥居があった。これ地味におもろい。カジェシンノンブレ、この道に名前はないみたいな感じで、こっち見たらアベニーダ琉球とかもほんま沖縄っぽいやん。からのカジェ東京。はい、東京感全くないです。のどかな雰囲気だな。それにしてもね、この沖縄地区1、地区2、地区3みたいな感じで分かれてるみたいですね。マジでね、永遠と同じような景色が続く。うちなーとかもろ沖縄やん。まあこのねローカル感あるお店なんですけど、日本の食品ね結構売ってました。ただねバカ高い。マジでやばい物価。カレールーはどうしても欲しかったんでね買おうかなと思ったんですけど、その自分が思ってる金額を 2,3 倍上回ったな。95ボリビアの言われてみたいな。カレールー一つで2000円も払えるかいなって感じですよね。もう暇すぎるんでホテル入ります。70ボリビアのでしたね、1泊一番安い部屋で。まあそれでもね安い方だと思いますわ。まあそれにしてもねミスってる。完全に旅初心者。日曜日に来るもんではないですね。日曜日はねほんまに沖縄村ねどこも閉まってるんで、マジで人も全然歩いてないんで、日本人とかも僕一人しか出会わなかったんですよ。なんでね特に出会いもなく今日は終わったって感じですね。なんか直感って大事じゃないですか。自分の直感がもう言ってるんですよ。今日は何もないって今日は何もないからもうホテルで休めって直感が言ってて、まあちょっとね眠たかったんですけどね、今ね宿のねオーナーのおばちゃんにね呼ばれて行ってたんですよ。なんだと思う？なんか別の部屋でテレビがつかんようになって、なんかパスワード入れなあかんかったらしくて、そのパスワードがわからんから助けてって言われました。日本人のあなたならわかるでしょって言われたんですよ。わかるか、さすがにパスワードはわかるか。そんなテレビの、しかも海外のテレビのパスワード、まあソニーっちゃソニーやけど。はい、夜のスポーツドリンク購入、エネルゲンですからの焼き鳥。これねまさかのね4ボリビアーノなんで実質100円以下なんですよ。80円ぐらいでパン。この3つで今日のね晩ご飯はね乗り切りたいと思います。からの乾杯。夜の7時半、早いかもしれんけど行っちゃいましょうか。オッケー、幸せのゴングが鳴り響きました。チャンネル登録している皆さんありがとうございます。いつも動画見ていただきありがとうございます。乾杯。うまい。鶏肉かと思ったらまさかのね多分牛肉っすわ。ちょっとね赤い感じの肉。美味しい。牛天、鶏天じゃなくて牛天って感じですね。うまいっす。そういやねお部屋のね紹介してなかったんでね、一応お部屋の紹介しておきます。これがね1泊70ボリビアノのお部屋になります。なかなかね広くてねいい感じ、綺麗。エアコンもあってこんな感じでね分厚い毛布もありますね。おはようございます。今日もね元気にね行っちゃいましょう。沖縄そば食べようかな。まあその辺は置いといて、とりあえずね早めにちょっとねさっき資料館行っときますわ。お腹はめっちゃ空いてるんですけど、資料館が閉まるんがね朝の11時半なんで、11時半に閉まってお昼休憩があってまた2時半かそれぐらいに開くみたいな感じで、ちょっと時間帯中途半端なんで飯食うより先に資料館行きたいと思います。ここが学校みたいですね。沖縄第一日母学校。日母っていう意味は日本とボリビア文化会館にやってきた。注意、ここは日本じゃありません。で向こうが歴史資料館ですね。
図書館のような場所に入らせてもらいました。日本の本がほんまにたくさんあるって感じ。懐かしすぎるやろ。よく妹が買ってたわ。チャッ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 チャーチャッ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 チャーおーってやつですよね。あかん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 。漫画を手にしたらほんまずっと読んでしまう。ほんま止まらん。悠々白書とか大の大冒険とかね、そんなん置いてあったらね読んでしまう。コロコロコミックが置いてないのがちょっと残念やないろんなね写真とかが飾ってあって、ちゃんとね説明書きもね日本語で書かれてるんで、ほんまにね分かりやすくて見ててね楽しい気持ちになる。うおー、ずらーっと年表が書かれてあって、これは面白いぞ。これ読み終わるだけでね多分結構時間かかると思う。うわ、まあ見ててねすごい分かりやすいし面白いな。あんまりネタバラシするのも良くないんでね詳しくは説明せんけど、例えばねこのね伝染病が流行ったとかそういうこととか詳しくね書かれたりしています。この三線、錦蛇の皮で作られてる楽器みたいですね。いやー、展示物の一つ一つがすごい年季入ってるわ。コピー機とか印刷機とかすんごい古い機械があったりする。石油冷蔵庫ってどういうこと？初めて聞いた単語やな。さすがにこれは。所要時間約1時間でした。よかった。まあこの店入ってみようかな。沖縄そばとか食べれることができるお店らしい。約30分待ってるんですけど飯が来ない。沖縄ってやっぱ時間の流れがゆっくりなんかな。来ました来ました。野菜炒め定食。なんかね味の濃い感じがね見ただけで伝わってくる。そしてちゃんとね沖縄そばもあるよ。ちょっと舐めとった。沖縄で食べた沖縄そばより美味しいかもしれん。スープの出汁がねすごいわ。いいわ。これめっちゃうまいわ。野菜炒めもうまいわ。味付け最高。肉も美味しい。この肉ねところどころごまかかってるところもね高ポイントですね。野菜炒めって感じですね。はい、大優勝。日本の米もちもちふっくら柔らかい。醤油も全部飲み干したし舐めます。勢いで全部ねペロッといっちゃいました。ごちそうさまでした。やっぱり沖縄、日本人は日本人って感じですね。ちょいちょい出会うけどそんなになんか交流がないみたいな。結構なんか海外の人ってまあ人にもよるけど会ったら名号って挨拶したりとかなんかちょいちょい話しかけてきたりするじゃないですか。ちょっかいかけてきたり。この場所でね日本人と会ってもねやっぱりそういうのないですね。やっぱお国柄は出てると思う。ちょっとやっぱりね日本人はねシャイというかまともというか。さあ次比嘉食堂入ってみましょう。沖縄の名字ですね比嘉は。まず一番最初に目に入ったのはもちろんこれですよね。コロコロコミックですよね。デュエルマスターズ、ベイブレード、ポケモン、デンジャラス D さんとかコロッケとか懐かしい。デュエルマスターズまあまあ面白いし。何これ。主人公のお父さんが出てきて急にねカードで勝負するんじゃなくて刀で切りつけるっていうね。でそれを真剣白羽取りする女の子。なかなかな展開やな。これを見てソーキそばと思っている人、もちろんソーキそばではないよ。まあ金額安いしこれはこれでね全然ありです。比嘉食堂っていう食堂名だけめちゃめちゃ日本っぽい沖縄っぽいけどメニューはボリビアの料理のメニューっていうね。まあでもねボリビアのでねスープ料理食べれたんで安かったと思います。全然ありです。ただ日本食食べたかったな。はい、皆さんおまけ動画沖縄村の動画どうだったでしょうか。まあ個人的にねちょっと残念だったのがカレールーが高かったことです。カレールーね買おうかなって思ってたんですけどね、それだけがほんまに心残りです。あとはね日本食を思った以上に安くね食べることができて、それはほんまに嬉しかったですね。ホテルの居心地も良かったし街自体ものんびりしててねすごいねいい思い出にはなりました。ただねわざわざ行かんでもいいかなって感じですね。まあサンタクルス行く人はついでに寄ってもいいけど沖縄村に行くためにわざわざボリビア、ラパス、沖縄村って行く必要は別にねないかもしれないです。
そんな感じの場所ですね。で現在ねサマイパタっていうところにいるんですけど、この場所がまたいいんすよ。居心地良すぎるんですよマジで。でこの場所で僕ねちょっと頑張りました。女の子を呼び出します。女の子ね今ね読んでね待ってる最中でちょっとね長期滞在してるような感じなんですけど、動画編集も兼ねてで次回動画ね楽しみにしてください。サマイパタを女の子と一緒にまたねデートしたいなって考えてるんで、よかったらね次回動画もよろしくお願いします。では沖縄村からの瞑想霊でした。次回ともさやチャンネル、サンタクロスから近くにある超のんびりとした小さな町をラテン美女とデート。居心地よすぎるこのサマイパタという場所で大自然や遺跡を堪能。デートだけじゃなくさらに山奥へ入ってみんな一緒に暮らしてみた様子もどうぞ。